ですから病院の検査ではなかなか見つからず、気のせいなどと言われてしまい、見過ごされてしまうことも多いと思います。こんにちは、野村整骨院長の野村明夫です。はい、本日の動画は喉の詰まり、違和感ですね、いわゆるヒステリー級の改善方法についてお話しします。これまでいくつかの動画でこの喉の詰まりですね、ヒステリー級の改善方法を紹介してきました。それは喉の筋肉ですね、咽頭収縮筋という喉の筋肉、もしくはこの首ですね、首の筋肉に直接アプローチする方法を紹介してきました。今回はこれらの筋肉ではなく全く違う方法ですね、メンタルに直接アプローチする方法、ワークを紹介いたします。もしあなたがこれまでの動画を見られて実際にエクササイズやストレッチをされて効果はあるんだけど 2,3 日もしくはしばらく経ってまた症状が出てくるようでしたら、このワークを試していただきたいので、ぜひ最後までご覧いただきお役立ていただければ嬉しく思います。それでは初めての方もおられると思いますので、この喉の詰まりですね、ヒステリー級の原因について少しだけお話しします。基本は自律神経が乱れることによって出る症状の一つなんですけども、特にこの喉の詰まり、違和感は言いたいことが言えていない、感情を伴って言いたいことが言えない、それがストレスとなってこの喉の場所に留めることによって詰まった感じや違和感のような症状が現れます。ですから病院の検査ではなかなか見つからず、気のせいなどと言われてしまい、見過ごされてしまうことも多いと思います。言いたいことが言えないというストレスが体にかかると、当然我慢、耐えるということをしていますので、体はぐっとこらえて筋肉を緊張させている状態になっています。しかも無意識に緊張させていますので、長期間これが続くと交感神経優位の状態になります。交感神経優位の状態になると、この神経は闘争逃避、つまり戦うか逃げるかの神経ですので、さらに筋肉を緊張させてしまうという悪循環に陥ります。そしてこの喉の詰まり、違和感、飲み込みづらい、息苦しい、咳、痰が絡むなどの症状、いわゆるヒステリー級を生み出しています。原因について簡単に説明しました。それでは今回はこの言いたいことが言えないという感情そのものにアプローチする方法を紹介いたします。少しメンタル的に深いところにアプローチする感じになります。精神的ストレスというのはそのほとんどが人間関係によるものが原因です。言いたいことが言えずに喉の筋肉を緊張させているわけですが、今回のワークではその言いたいことを言ってしまおうというコンセプトで進めます。ただここで本当に実際に言いたいことを言いたい人に伝えてしまうと円滑な社会生活ができなくなりますし、そもそも言いたいことが言えないからここで止めているわけで、言うことができないから悩んでいるわけです。ですからその代わりにワークを行っていただきます。で、どうするかなんですけども、その人宛てに手紙を書いていただきます。ただしこれは実際には出しません。つまり出さない手紙を書いていただきます。ただこれだけです。ただこれだけなんですけども、このワークは行う人によってメンタル的にかなり深いところまで行くことができます。重要なのは本当にその人をイメージしてですね、イメージして書いていただきます。彼氏や彼女、旦那さんや奥さんなどのパートナーかもしれません。もしくは父親、母親、両親、兄弟姉妹、親戚かもしれません。会社の上司、部下、同僚かもしれませんし、友人、知人かもしれません。その人を実際にイメージしながら書いていただきます。もちろん自分自身に書くのもありです。そして言いたいことが言えないというのは何もネガティブなことだけではありません。ポジティブな事柄、例えば好き、愛している、感謝の気持ちなども含めます。何かしらの理由で言えないことがあるかもしれません。ですからそういう人にもこの出さない手紙を書くのはとても有効です。形式は何でも構いません。ちゃんとした文章でもいいですし、とりあえず思いつくままに書いていただいても構いません。その人に伝えたいことです。そして一通書いたらそれを読んでいただきます。可能なら声を出して読んでみてください。そしてその時ですね、感情が溢れてきたら可能ならその場でその感情を表現してください。悲しいという感情が多いと思いますが、涙が出てきたら可能ならその場で涙を流してください。涙が溢れてきたからといって私おかしいんじゃないかって思わなくていいです。それが正常です。
それが普通です。感情を出していただいた方がいいんですが、ただあまり行き過ぎたと感じたら、ご自身でちょっと止めていただくというのもありです。そして最後、この手紙は安全なところで燃やしていただいても構いませんし、シュレッダーにかけていただいてもビリビリに破いてゴミ箱に捨ててもらうのもありです。そこはご自由です。その時の感情ですね。ご自身の感情にもう一度目を向けて意識してみてください。どういった感情か、どういった思いがあるのか、そしてその感情に浸ってください。それは体の中に隠された状態でずっと前からそこにあったものが、あなたがワークを行ったきっかけで出てきただけに過ぎません。そして最後はよく頑張ったねと言ってご自身をねぎらってあげてください。これは何回やっていただいても構いません。気づけば知らないうちに症状は取れてるかもしれません。はい、本日は喉の詰まり、違和感、いわゆるヒステリー級を解消するワークについてお話ししました。はい、今後も自律神経関係の情報を随時お伝えしていきますので、お見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。またメールマガジンでは動画ではお伝えしきれないような内容もお話ししています。下の説明欄にリンクがありますので、そちらの登録もよろしくお願いします。最後にこの動画が役に立ったと思っていただければ、高評価ボタンですね、グッドボタンを押していただければ嬉しく思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。